これこの間もらった匂いでしょ。で帽子は黒にしたよ。ロールケーキですね。普通のロールケーキ。お米で作った水飴に硬いんで、それだけだと。で少し水を足してます。お米をね発酵させて作る水飴。あとは砂糖。で砂糖は黒糖ときび糖なんですよ。変わんないですけど、なんかそこタラバ島っていう島の純黒糖一旦崩してこして使ってる。蜂蜜も実は加熱すると、本当は蜂蜜じゃないらしいんです。酵素が死んじゃうので、そんなに大した量は入れないんですけど、やっぱり風味がすごくしっかりするんでいいかな。もち米の玄米粉を作ったものを、冷凍で置いているっていう、溶かしやすくするのにカットしてるんですよ。周り塗ってあげてからの粉を入れる。これがねちょうど 100cc が入るカップです。このすり切れにした状態で何グラム入ってるかっていうのと 100% の液やったら当然 100g。 空気が入れば入るほど隙間が多くなるので軽くなる。そのグラムが何グラムかで生地を合わせにいく。時期によって違うんですよ。梅雨だったりかな、湿度でも結構変わりますね。ちょっと泡立てて何グラムの空気を入れたかっていうのを測ってるから、よりそれが潰れないように速さと触らない量かな。触らずに終わらせる。こう入れるんですね最初に、意識してでなるべくまっすぐなる。この2でいいね。いらっしゃいませ。あ、そうですか。山でしょ。山です。あれ。ありがとうございます。どうぞお気をつけて。ありがとうございます。焼き上がりです。中の熱を抜くためによくね、落とすんです。ほとんど。中の熱が残ったままだと、空気の層の中に水分が溜まりやすい。で、水分が溜まっていくと、温度が重くなって生地が沈みやすくなる。巻く作業がすぐできるっていうぐらいかな。これで一気にマイナス40度までできる。間にこれを入れてあげる。これがなかなか最初膨らまなくてね、昔ずっと小麦で作ってたのと変わらんぐらいの厚みがあるんですよ。多分玄米でこんだけ膨らむってまずないんじゃないかな。でこのクリームだけを先にまず塗るんですよ。でここいらない。極力取ってあげる。外出るんで。手前もそんなにいらないです。二重になるんで、僕がいつも意識してるのは最初から最後まで自然に転がるが一番綺麗。よくね最初ギュッて折るんですよ。あれをやらずにここから普通に転がしていくんですよ。転がしたら一番最後の角だけ踏んであげる。ある程度だけ置いた時点で戻してあげるんです。
もうできながらですね。よろしい。で包丁を温めてからね、こんな感じですね。あ、でもないで出すの。私はね。回すのはまだいいわ。もち米で作ってるからそのままなんですけど、自分らではもちクリームって呼んでるんですよ。使ってるのが古代米か今は。ロールケーキの生地は絶対日本で一番早く作れると思う。普通にお菓子作りやってたら面白くないんですよ。ロールケーキなんか特に、何の変哲もない同じ作業をひたすら繰り返すんですよね。で僕はつい飽き性やから、はい、そこで考えたのが時間を計るでもね、早いといいことあるんですよ。時間の短縮になっていいっていうのもあるんですけど、裏のこの生地って大事なのは泡がいかに潰れないかなんですね。泡って時間とともに潰れるんで、1秒でも早い方が、変化が少ないはずです。そっとそっと前にで、若干下踏んだらそのまま戻して終わりですね。こんな感じです。ただカステラ紙切るとこ。三角は切らなしゃあないから泡立てよ。ああ、ありがとうございます。これはきび糖ですね。10個分、10斤分を今から作るんですよ。はい。最初それこそケーキ作り始めた時とかはこの砂糖の量を見てこんなの食べて大丈夫ってよく思ったな。玄米粉と、玄米麹、すべて玄米だけで作った玄米の甘さ、それをプリン液に混ぜて使った。店名の由来はですね、実は僕の父親が京都の方で養鶏をもともとやっておりまして、卵を使って商品開発をするっていう時に、どういう名前にしようかなっていうことを相談したら、父親が使ってる卵使ってるんだから親父の卵でいいだろって言った言葉が意外と気が利いてるなと思ってそれで使うようになりましたそんな名前です。四隅はどうしてもね、液が漏れやすいから、一回比重測る。混ぜていくやり方なんですけど、横から溢れる、少しずつ混ぜてある。これ一気に混ぜると下下溢れちゃうんで、作り方がなんだろうな、なんか和っぽいなって感じで、作り方でね、めっちゃ面白いですよこれね。途中で混ぜるんですよ、焼きながら。焼きながら混ぜるはね、初めて見た時面白かった、こんなことしていいんや。で今 52.9、ちょっと重めかなぐらいなんですけど、
最初の頃は持てないですね、やっぱりこのボールが、白いのがそんだけ卵白が残ってるんですよ。オーブンがもう仕上がってるのでスタートしてる。飾りっ気全然ないじゃないですか。表面の色だけなんですよ。表面茶色いでしょ。はい。あれわざと茶色く焼いてるんですよ。そこだけやったらあとは蒸し焼きするんですよ。なんかあれギザギザなってんやろ。うん。なんかやったんでしょ。ともやってはる会社で、それで、この表面って結構今焼けてるんですね。ちょっと分かりにくいんですけど、ちょっとなのでこのままもし混ぜたりするとダマができるんですよ。で水をかけて表面を溶かすんですね、こうやってで、ここから混ぜるんです。これを泡切りっていうんです。これ合計3回やるんですね、この泡切りっていう作業。この棒を入れる高さを変えるんです。だからそのまま続きが始まるんで、このまま分かりにくいですけど、実はさっきよりちょっと膨らんでるんです。分かりにくいんですけどねなんか割と自由だよな、そんなこれ作業ちょいちょいやる。あ、でも結局独学は何かしらのこの載ってる本みたいなものを見るか、あとは失敗の数ちゃうかな、やって失敗してこれダメだとか、あと面白いのがこのやり方はこうやりますって決まってるんですけど、本当それってなってやめたりするんですよ。であえてやらなかった時にうまくいったら、あ、やらなくてもいいんだってなって、その分時間を短縮したりとか作業を短縮したりとかいろいろしてます。混ぜ方も最初より徐々に優しくしていくっていう。カステラの場合、表面の綺麗さ自体が一番なんだろうな、商品の価値になるんで、最後だけ整えるんですよ、色付けみたいな、表面が焼けましたって生地全体の温度を測りながら焼き上げていく。蒸し焼きなんです、そこから。ここからは、カステラ一旦中がしっかり焼けていってて、パンを単純に変えるんです、位置だけを。そしたら焼きムラが減るっていうだけ。ここからだいたいものにもよるんですけど、20分とか30分ぐらい焼いていく感じですね。あれはね、1ヶ月なんですけど、夏場でここでかき氷をね、食べてたりとか。はい、またぜひぜひ来てください。ありがとうございます。で、これもロールケーキと一緒で熱を抜いてあげる。落とす。ボロボロですけど。で、ひっくり返す。こんな感じです。でよく言われたかな、お客さんにすごくふわふわのカステラですねって。よいしょ。どうですか。結構プルプルなんです。ああやってプルプルした。次作るのがココアのカステラから。彼女がココアとかのよく焼き菓子ってあるじゃないですか。あれがチョコの味がせんってくるんです。じゃあチョコの味のするカステラを作ろうって言って、最終彼女が美味しいっていう混ぜてやるっていう。これどうやってまだ薄い結構辛口で。Google マップ前も情報が
ガトーショコラクラスに濃いなっていつも。冷蔵庫入ってるもちろん出かけて。玄米触られてからとかは。あ、そうなんですね。じゃあ前のさ比べたらお気をつけて、まだよかったらいつでも遊びに来てください。ありがとうございました。いただき国産の、長野県の駒ヶ根市っていうところの信州黒ごまっていうのを使ってる。どうせ使うんだったら国産のものを使って国内の応援になった方がいいな、せっかく一生懸命作ってる農家さんがいるんだったらその方の助けになった方がいいなと思ってあえて国産使うんですけど、それを単に使う前に知ったんで無理して使おう。なんでもない。なんでもない。普通の子ですけど。借り方のこれ単にも自分の趣味です。はい、全部作ってもらったお皿なのと、あ、そう。お待たせしました。ちなみにみかんはすごくみかん愛が強い方がいて、その方が好きです。そのみかんを使おう。応援してくださった方の名前だったりとか、ここに入ってるその応援してくださった方のその会社の名前とか見るとね、ああみんなにやっぱり支えてもらってるんだなと思ったら、大事に守らなきゃなっていうのを感じさせていただけるっていう意味ではね、そのクラウドファンディングっていうことでいろんな方につながったっていうのは僕にとっては一生やっぱり大切にできた、そういう宝物だなっていうのをね、いつも感じています。僕たちが作ってる商品っていうのはすごく特殊なもので、それこそ食で困ってる方、例えばアレルギーであるとか添加物を少しでも避けたい方、最近よく聞くようになった例えばグルテンを減らしたいんですっていう方たちに本当届けたいなって思ってますので、この商品を全国で困ってる方に届けれるように頑張りたいなと思ってます。困ってる方がいらっしゃるかもしれないので、もしいらっしゃったらこういうお店が実はあるよってことを伝えていただけたら本当ありがたいなと思います。今のは消えた。